い、こんにちは。前回の動画からの続きとなります。今からバスに乗って屋久島の観光に出かけようと思います。今回の目的地はこちら、屋久島有用植物リサーチパーク、ボタニカルリサーチパークという場所ですね。バスの時間がだいたい1時間に1本とかなので、先にチェックしておきます。園内に入りました。確か500円くらいで入れたかなと思います。まずはこの温室の中にある植物から見ていきます。ヒスイカズラですね。なんとなく名前は聞いたことあるな程度の認識だったんですが、翡翠色の美しい花を咲かせています。植物の説明とかもこうやって展示してあるので、いろいろ勉強になりますね。植物クイズみたいなのもこうやって置いてあります。ここはあれですね、全然お客さんが誰もいなくて、こうやってゆっくり中を見ることができました。結構歴史を感じる天井ですよね。この水がちょっと流れとるとすごい綺麗な自然を感じるような景色に見えますね。緑がいっぱいなんで、なんかマイナスイオンをたくさん摂取しているような気がします。外にもこうやって植物がたくさん植えてあって、入場の時にもらった紙を見ながら園内を散策することもできます。さっき中を見て回った温室がこちらですね。園内結構綺麗で、道もしっかり整備されてるので歩きやすかったですね。すごく園内見て回るためのカート、なんかゴルフとかで回るちっちゃい車みたいなやつとかもあったんですけど、あれはその日は動いてなかったですね。なかなか見ないようなこういう南国の木だとか植物だとかがたくさん植えられてて新鮮でしたね。今ひたすら向かっているのはこの看板、トローキの滝という場所です。トローキの滝はこのボタニカルリサーチパークの一番奥、展望台みたいなところから見える滝ですね。こう奥に進むたびにトローキの滝の看板を見つけて、それを見て進んでいってっていうのの繰り返しですね。なんかちょっとダンジョン味があっていいですよね。至る所に同じ看板が設置されてて、この右にある手書きの看板がめちゃくちゃ好きですね。この看板もいいんですけど、なんか2つあるのがめっちゃアピールしてて、なんかすごい好きですね。ここすごいなんかジブリっぽくないですか？こうトトロの世界みたいな、いい雰囲気ですよね。こう右手に物見台があるということで、見てみるとなんか木のウッドデッキみたいなのがありまして、トローキの滝の説明が書いてあります。海に直接注いでいる滝、結構珍しいみたいですね。この日はすごくいい天気だったので絶好の滝見日和ですね。
というわけで、ボタニカルリサーチパークの一番奥のトローキの滝を見ることができました。今いるここはビューポイントという名前なので、おそらくこの木のやつの上から見ると景色が綺麗だよっていう話だったと思うんですけど、入れませんでした。この哀愁漂う軽トラックがたまりませんね。なんというかこうちょっとひなびてるのがいいんですよね。この園内だけで屋久島の自然はだいたい堪能できるんじゃないかなと思います。受付に戻ったらサービスでいろいろフルーツとかもらいました。この右下のアロエの刺身が結構美味しかったですね。時間がちょっと余ってしまったので、近くに JA が運営している直売所みたいなのがあったので、ここでいろいろ購入しました。パンとかちょっとした昔からある郷土料理っぽい、こう新潟県の笹団子みたいな、そういうポジションのやつですね。こういうの好きなんですよね。バス待ってたらヘリコプターが通っていったんですけど、南国の景色って感じでいい感じでした。バスに乗って今から港の方に向かっていきます。15時に出発するジェットフォイルに乗るために港の方に戻ってきました。結局観光はあそこですね、ボタニカルリサーチパークに行ったくらいでしたかね。目的はこのジェットフォイルに乗ることなので、屋久島はまた来ればいいかなと思ってます。帰り、今からこの乗るジェットフォイルはですね、トッピー2という名前の青かな、エメラルドの色が印象的な船ですね。今回ももちろん窓際の席を予約しました。ゆっくり屋久島を離れていきます。屋久島はやっぱり観光するなら何泊かした方がいい場所のような気がしますね。あとレンタカーもしたいところですね。これ船に乗ってたらとんでもない豪華客船が見えたんですけど、何の船だろうって思って調べたらセブンシーズエクスプローラーっていう超豪華客船でした。結構いろんな船にすれ違ってなかなか面白いですね。こちら見えてるのはファンネルのところに A という文字が書いてあります。マルエイフェリーですね。まだ乗ったことないんですけどね。こちらは桜島ですね。また志布志航路に乗る機会があったら今度は桜島も一度は行ってみたいところですね。あと屋久島でテレビ見てた時に火山灰の状況みたいなのがニュースでやってて、すごいなと思って、いやあんなの初めて見たのでびっくりしましたね。はい、いつの間にかもう鹿児島の南埠頭の方に戻ってきております。もう外の景色も夕方になってますね。だんだんもう日も沈んできてしまって、そしてこの目の前に見える大きな船はフェリー屋久島2ですね。行きか帰りこっちに乗ればよかったなって後々思いました。フェリーを降りまして鹿児島の市内から路面電車に乗って本日の宿の方に向かっていきます。本日の宿は長佐駅から徒歩で15分くらいのところにあるお宿で、このようにパッと見マンションみたいな感じですね。はい、ということでお部屋に到着しました。受付のところでめちゃくちゃアメニティをいただきました。でハンガーとかリセッシュとか、あと部屋用のスイッパなども用意されており、ベッドが真ん中に一つあります。はい、そしてこちらにはライト、コップ、お水、ティッシュ、ケトルなどが用意されており、リモコン類、テレビがあって、こちらを見ますとトイレがありますね。かなり広くて豪華なトイレで、なんと引き戸のトイレになっております。隣には
お風呂があります。結構大きいお風呂で、この宿の売りはこちらの洗い場があるお風呂という感じでしたよ。今回の旅でゲットした5000円たちですね。トッピーはこっちが行きで帰りで、サンフラは薩摩です。晩ご飯です。買ってから気づいたんですけど、食べ過ぎですし、卵を食べ過ぎなんですよね。卵のサンドイッチ、鶏そぼろご飯、卵じゃないですか。で、ゆで卵2個食べ過ぎなんですよ。ちょっとお腹空きすぎてやばいんで、食べれたら全部食べちゃおうかなと思います。ゆで卵と最後の夜なので残りのチンスコをいただいちゃおうかと思います。レモンどうです。乾杯。うまっ。ゆで卵好きなんですよね。はい、いただきます。はい、うまい。最後のチンスコは普通のチンスコ、ノーマルプレーンかな。で、あとなんだこれ、やが寿司かな。ちょっとわかんないけど、塩入りのチンスコみたいです。じゃあ塩入りからいただいていこうかな。めんめん。こっちも開けようかな。うまい。いいね。おはようございます。時間は7時40分です。見てみました。朝ごはんを食べに行こうと思います。とりあえず9時40分ぐらいに駐車場にタクシーが迎えに来てくれるように電話したので、ちょっとカフェの準備をするに行こうと思います。というわけでタクシーで長佐駅まで送ってもらいまして、長佐駅からはバスで直接鹿児島空港の方に向かっていきます。鹿児島空港に到着しました。結構こじんまりとした空港で、どこに何があるかとかもすぐ分かって、搭乗券もすぐに発行できました。お昼ご飯に、こちらはロイヤルホストで食べたとんかつですね。空港の中でいろいろとお土産を買いました。まず薩摩きんつばで、こちらがチラン茶のスイーツで、あとは鹿児島県の炭火焼きの鶏ですね。保安検査が終わりましたので、搭乗の時間を待っているところです。飛行機の数とかもそんなになくて、搭乗口も少ないのでとても分かりやすかったですね。はい、早速搭乗していきます。何気に一人で飛行機に乗るのは初めてで、ちょっと大丈夫かなって緊張してたんですけど、まあ特に何事もなくって感じですね。まあまあの長さのあるボーディングブリッジを渡って飛行機に乗っていきます。行きがサンフラワーで来たので、サンフラワーで帰ろうかと思ってたんですけど、ちょっと直前すぎて帰りの便が空いてなかったので、飛行機で帰る感じになりました。飛行機の中でなんとキットカットをもらいました。ポケモンついてて可愛いですね。鹿児島空港からだいたい1時間くらいで中部国際空港の方に到着しました。まあフェリーで来るより
構飛行機の方がやっぱり直接愛知に帰れていいんですけれど、でもやっぱりフェリーで行きたいですよね。お金のことも考えると絶対飛行機の方が安く済むんですけどね。はい、ということで空港に着きましたので、今回の旅はここで終了とさせていただきます。はい、最後までのご視聴ありがとうございます。今回の動画は、3本に分けての結構長い動画だったかと思いますが、お楽しみいただけましたでしょうか。アフレコで今回3本動画上げさせていただいたんですけれども、次回からは、前みたいに下にテロップを入れる感じの動画になりますので、こういうアフレコとかはない動画になります。動画の更新のペースも結構落ちてきてしまっているんですが、これからも旅行の動画上げたいと思っていますので、よろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。